皆さんこんにちは。元 F1 ドライバー前衆議院議員の山本左近です。本日はフランス商工会議所のポッドキャストに出演させていただきます。皆さんぜひお話を聞いていただきたいと思います。楽しみにしてきました。ありがとうございます。皆さんようこそイテネラール・サンギュリエへ。この新しいポッドキャストでは起業家、クリエイター、そして情熱を持った挑戦者たちが自らのユニークな道のりを語ります。共通点はただ一つ、それは日本のビジネス界での挑戦です。さて本日のゲストは山本左近さんです。世界最高峰の舞台である F1 に挑んだ元レーシングドライバーであり、現在は政治家として新しい道を歩んでいます。スポーツの世界から社会の最前線へ、まさに唯一無二のキャリアを築いてきた人物です。本日は山本さんがどのようにして国際的なレーサーになり、そしてなぜ政治の道を選んだのか、その驚くべき物語をお届けしていきます。F1 という極限の世界で戦った経験と日本社会に根ざした新しい挑戦、その両方を持つ彼だからこそ語れる視点があります。今日の収録は在日フランス商工会議所のスタジオからお届けしていきます。どのようにして世界のトップ舞台に立ったのか、政治の道を選ぶ上で直面した困難は何だったのか、そして彼が今伝えたい未来へのメッセージとは。そのすべてをこのインタビューで語っていただきます。最後にこの番組は毎月1回配信しています。 YouTube でご覧の方はぜひチャンネル登録、高評価、コメント、そして通知をオンにしていただけると嬉しいです。また Spotify、Deezer、Google ポッドキャスト、Apple ポッドキャストでも音声配信をお楽しみいただけますので、ぜひチェックしてみてください。では山本左近さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ではまずですけれども、幼少期の原点について伺いたいんですけれども、はい、愛知県豊橋市に生まれたということですが、幼い頃からモータースポーツに触れてきたということですけれども、最初にカートに乗った時のことっていうのは今でも覚えているんでしょうか。そしてなぜレースの世界に入ろうと思ったんでしょうか。はい、はい、まず初めてカートを乗った時のことを覚えているかという質問なんですけども、はい、今でもはっきり覚えてます。初めてカートに乗ったのは鈴鹿サーキットのスクールで、入校した時に初めてカートに乗ったんですけども、もう走り始めた瞬間にもう体中に電撃がビリビリって走った、この自分が求めていたのはこれだったんだっていう感覚を今でも思い返しますね。はい、それ何歳の時だったんですか。それは11歳の時です。そしてなぜ僕が、モータースポーツを始めたかったのかと言いますと、7歳の時に鈴鹿サーキットでもう母親に連れてってもらった F1 グランプリを生で、見る機会がありまして、その時に金網越しにその走っていく F1 の迫力だったりとか音とかスピード、また観客の熱狂、こういったものは全て僕にとってはすごくその衝撃を受けて、将来自分も F1 ドライバーになりたい思いを強く思ったことを今でも覚えています。11歳ということだったんですけども、あまりこの F1 レースの世界ではそんなに若くもなかった。そうなんですよ、実は11歳っていうのは決して早い年齢でなく、例えばアイルトン・セナが4歳からカートを始めてたりですとか、もう今の現代の選手たちはもう3歳4歳5歳から始めているのはもう当たり前な環境の中で、11歳っていうのは決して早くはなかった。しかももっと衝撃だったのは、その当時の1990年代前半の F1 ドライバーがどうやって F1 ドライバーになったのかという特集記事があったんですけども、それを見た時に12歳より後にレースを始めて F1 ドライバーまでたどり着いた人は 0.1% 以下というデータがあったんですね。で、私はそのデータを見て10歳の時見たんで、もう僕に残された時間はあと2年もないということで、急いでいろんな情報をかき集めて鈴鹿サーキットのレーシングスクールが中島悟さんが立ち上げたという記事を見つけて、僕にとってはこれがチャンスだと思ったので、自分で申し込み書を書いて送ったというのが僕のモータースポーツのスタート、キャリアのスタートでした。と
ても10歳でご自身のはい人生というか決断するっていう本当に大人びた子供だったんですね。今考えるとはいやっぱそういうふうにこう大人びたっていうような、表現になるかと思うんですけども、当時僕としては必死だったんだと思うんですよね。がむしゃらに自分が F1 ドライバーになりたいな、でもどうやってなったらいいかわからないな、そんな時にその一つの特集記事を見つけて、みんなゴーカートのレースから始めてる、しかも12歳より前に始めなければいけない、その期限ももう明確だったもんですから、自分にとってはじゃあそれまでに自分が本当に F1 ドライバーになろうと思ったらこのタイミングで始めないとF1 ドライバーになれないといった、もう本当にこう切羽詰まったって言ったら変ですけど、大人びたというよりかはどちらかというともうがむしゃらだったっていう感じですかね、夢に対して。それやりたいって言った時、ご両親ご家族の反応っていうのはどうだったんですか？基本的にはもう大反対です。大反対、僕がレースをやるっていうことには大反対をしていて、僕自身がそのスクールの申し込み書を自分で勝手に送っちゃったんですよ。でも送ったんだけれども、当然親の承諾書くださいって戻ってきて、これはもう親に理解をしてもらわなきゃいけないと思って、ある晩からもうレースを始めさせていただきたいと。でレースをこのタイミングでやらなければ F1 ドライバーになることはできないと、もうこの雑誌にはその統計が出てると。でこのスクールも立ち上がった、僕にとってはラストチャンスだからどうにか始めさせてください、始めさせていただきたいっていう思いをずっと伝えて土下座をし続けて、土下座までして、それでも最初はダメって言われてたんですけど、最後にじゃあ1年だけだったらというふうに言ってくれて、僕のスタートを、僕がレースのキャリアをスタートすることができました。10歳でそんな決断をするなんてもう考えられない、11歳ですね始めた時は考えられないです。これからその活動についても聞いていくんですけども、この現在の政治活動にこれまでのどうつながっているとお考えですか？そうですね、まずモータースポーツ、特に僕が F1 というところでレースをしてきたということと、あとそれまでのプロセスの中で、何度かヨーロッパのレースに出かけていたり、まだ自分が移り住んだりというふうに自分自身がこう海外で生活をする経験が長くありました、でその時にやはり日本人であるということを非常に強く認識しましたし、またF1 ドライバーまで行った時にはやはりこの日の丸を背負って日本人の誇りを持ってレースに挑戦をしていた。それだからこそ今自分自身がこの政治というの立場で、日本をさらに良くしていきたいっていう思いをこう芽生えた一番最初の原点っていうのはやっぱり自分が世界で戦ってきたからこそだと思います。なるほど。そしてこれまでのキャリアの中で特に影響を受けた人物、これは、ドライバーですとか指導者などでもいいんですけども、どなたかいらっしゃいますか？当時はやっぱり憧れていたのはもうアイルトン・セナなんですよ、もう本当にかっこよかったですし、こうセナの乗っていたマクラーレン・ホンダ、白と赤のカラーのマシンは非常に憧れですし、彼のようになりたい、世界でチャンピオンを取りたいっていう思いはすごく憧れとしてのアイルトン・セナっていうのはありました、で自分が実際にただレースをスタートした1994年にセナは不運の事故で、他界されてしまいました。それ以降自分自身の中では明確な、目標というのはドライバーに置くのではなく自分自身との戦いになってきた中で、14歳の時に、スクールの時の先輩、その方はもうレースをちょっと離れてはいたんですけれども、当時、年賀状をいただきまして、でその年賀状に、僕はレースの道は進まない、けれども左近君は自分の夢 F1 ドライバーになりたいという夢を目指すなら頑張ってほしい。でその横に人間は自己実現不可能な夢は思い描かないって書いてあったんですよ。で僕はその年賀状を14歳の時に受け取って、ものすごくその言葉から衝撃を受けて、その自分が思い描いた夢、それを人間は実現できるんだ、じゃあ僕が今 F1 ドライバーになろうと思ったこの夢をその実現できるまで挑戦し続けようと
その言葉にすごく勇気をもらって、これは今でも僕の座右の銘です。14歳の時に、はい、なんかこう周りの同級生とかと話合いました？話はどうなんですかね。すごい大人っぽい子供さんだったんじゃないですか？なんかそうですね、そんな気がしました。確かにある意味レースを始めてから、その学校生活っていうものがガラッと変わったっていうのは自分の自身も感覚で思ってたのは、やっぱりそれまで僕は公立の小学校、公立の中学校に行っていたんですけれども、やっぱりその子供だけのその空間、コミュニティって小学校って大体そうじゃないですか、大人との接点って自分の両親とか、なんか地域の先生とか、地域の、保護者の皆さんとか。でもレースを始めたらその全国の、その同期と呼ばれる年齢がバラバラの、その僕が小学校6年生だった頃には中学生もいたし、高校生もいたし、大学生もいたけど、これはみんな同期だし、また先生たちも全国のそのレースで活躍されている人たちだったりとか、いきなりこう大人の世界にこう飛び込んでいったっていうのは、やっぱりこう自分のコミュニティがガラッと変わったっていうのは大きな変化の一つだったと思います。まあ、かといって僕は学校生活楽しんでなかったかって言われるとそんなこともないんですけど、やっぱり同級生との時間は大切でしたし、ただその学校とレース、学校とレースっていう非常にこう2つのこうなんですかね、こう時間軸、次元で、若い学生生活の頃を過ごしてたなっていうのは思いますね。はい。そして、その後ドイツに行かれたりとか、F1 でさまざまな国にも行かれたと思うんですけれども、F1 に参戦した時特に印象に残っているレース瞬間っていうのはありますか？まず F1 レーサーになるって本当に難しいっていうふうに聞いて、今朝私チャット GPT に、F1 レーサーになれるってどれくらい難しいんですかと聞いたところ、世界に20人しかいませんと、そもそもそうですね、奇跡に近いぐらいなれませんって言われたんですよ。チャット GPT に。チャット GPT に。そうですか。本当にすごいことなんだなと、選ばれし方だと思うんですけれども、その中で一番印象に残っているレースですとか瞬間っていうのもありますか？そうですね、本当に一戦一戦、一周一周すごく貴重な瞬間なので、思い返せばキリがないんですけども、やっぱり初めて自分が F1 ドライバーとしてデビューした2006年の時の初めての母国グランプリ、スーカサーキットで走った日本グランプリを帰っていた時にあの印象っていうのは、やっぱり今でも忘れられない思い出のレースの一つですね。それは何年ぐらい？2006年なので、今からもうかれこれ約20年も前、19年前ですけれども、今まで走っていた鈴鹿とは全く違う景色だったんですよ。やっぱりそれは自分が F1 ドライバーとして帰ってきた。でチームを当時スーパーアグリ F1 チームと呼ばれるもう日本人の鈴木アグリさんがオーナー、そしてホンダエンジン、またブリヂストンタイヤ、もう本当にでチームメイトは佐藤拓磨さんと、まさにオールジャパン、あれほどまでにオールジャパンのチームで F1 を戦ったことはもう後にも先もないんじゃないかって言われるぐらい非常にこう珍しいパッケージだったと思いますけれども、そうした中で、鈴鹿をこう走り始めて、あの時は3日間で36万人が来たって言われているぐらい、本当に一周走ると、普段はその観客席が空いてたりするところはあるんですけども、あの時2006年の F1 通過グランプリは一周どこを走っていてもお客さんがずっと人の景色で埋まってたっていう光景はあの時だけっていうふうに今でもすごく強く印象に残っているレースの一つです。でもう一つ、同じ年のレースになるんですけれども、その鈴鹿の後のブラジルグランプリはこれは最終戦だったんですが、もうまさに自分がレーシングドライバーとして一つのベストパフォーマンスを出せたレースだったなというふうに思ってまして、本当にこう集中していて、もうゾーンに入っている感覚で、自分自身が非常にこうゾーンに入って戦っている中で、結果として、全体の、ベストラップタイムで7番手で区切ったセクタータイムっていうセクター2はミハエル・シューマッハの次が僕だったっていう、本当にスーパーアグレ F1 チームは初年度で
4年落ちの車で、はい、みんなが新車の中、僕らは4年落ちの車、非常にこの厳しいスタート船出だったにもかかわらず、そのシーズンの最終戦を結果他のレースのリザルトはもっと後ろだったんですけれども、そのベストラップタイムでは非常にいい成績を出せたっていうことで、もう本当にチームのスタッフみんなが喜んでくれて、これは僕がレースをやってきて、あれだけこうみんなと一体感を持ってレースに臨み、そしてみんなが喜んでくれた瞬間っていうのは今も何事にも代え難いぐらい自分の喜びとしてまた印象として残っているレースの一つです。今ゾーンに入ったとおっしゃってましたけど、どんな感覚なんですか？ゾーンに入る時って、僕らってレースやってると時速300キロを超える中で戦っていくんですけれども、300キロだいたい300キロで走ってると1秒間に80メートルぐらい進むスピード、1秒間でさらに僕らはブレーキを踏むので、コーナー手前で例えばブレーキを踏むのに、じゃあ100メートル手前でブレーキ踏むって言ったら、コーナー減速してくるのでブレーキ踏んでる期間ってだいたい1秒ちょっとなんですよね、でその中で6速から2速まで落としてコーナー曲がりながら次アクセル開けていくっていう、本当に非常にせわしない状態で、ものすごくスピード感ももちろんあるんですけども、ゾーンに入ってる時っていうのは真逆で、すごく物事がゆっくり動いてるように見えるんですよ。で自分が運転している、操縦しているっていう感覚じゃなくて、自分と車が本当に一体となって、全てが自分の理想通りにこう車が動いていくっていうような感覚っていうのは、実際のスピードは速いんだけれども、動いてる景色っていうのはとってもゆっくり、やっぱり感覚をこう僕常にやっぱりレーシングドライバーとしては常にゾーンに入るっていう経験を毎回毎回集中して求め続けていくんですけども、やっぱり毎回得られるものでもないですし、でもやっぱり時の感覚っていうのを一度経験して、でさらにそれで成績が必ず良くなって、一度経験をしてするとまた感覚を追い求めていくっていうのは、多分僕たちレーシングドライバーの差がなんだろうなと思いますね。一般の人じゃ絶対に経験できないことですね。そうですね。まず時速300キロの中で物事がゆっくり動いていくっていう感覚はなかなかないですよね。ないですよね。これまで何試合ぐらいこなされて、何回ぐらいそういう経験をされたんですか？どうですかね。これはその自分がモータースポーツというキャリアを始めてからこう何度かあった経験なので、そのちょっとカウントを正確にはできないですけれども、ただそれを本来であれば毎回そのような経験をできていたら、多分ワールドチャンピオンになってたかなと思います。だからワールドチャンピオンになってる本当に世界でトップオブトップの選手たちっていうのは、本当にこうそのように自分自身の限界を、車の限界を超えたところで走れていく、それが1回2回できるんじゃなくて毎回それができるっていうのが人たちこそが、ワールドチャンピオンにふさわしいドライバーなんだと思いますね。なるほど、そして先ほどもおっしゃってましたけども、チームとの絆というのも非常に深くて、レースは個人競技でありながらも、チームスポーツでもあるということですが、エンジニアそしてスタッフの方々との関係築いてきた山本さんにとって理想のチーム像っていうのは何かありますか？理想のチーム像ですね、レーシングチームのスタッフっていうのは基本的に専門職の集まりなんですね、でそれぞれのスペシャリストが集まっているので、まずはそれぞれの個々の能力を最大限発揮していくっていうことと、まさにその専門家の能力っていうのは、ある意味それぞれ立ってるわけで、でもそのバランスをやっぱり取っていかなきゃいけない。この横串も非常に実は重要で、この2つのバランスが極めて高いレベルで、運営されているチームっていうのは理想のチーム像です。でまたドライバーっていうのは、ドライバー一人ではレースって何もできなくって、まさにその F1 になれば各チームが車を製造する会社なので、本当にネジ一本一本から設計をして組み立てていくわけですけれども、やっぱりその出来上がった車を託されるのはドライバーで、それを生かすも殺すもこれはドライバーの腕にかかってきます。責任です、なので
レースがこうスタートしていく時にはそのグリッドについている中でだんだんこうチームスタッフが離れていくんですね、はい、だんだんそのグリッドではドライバーは孤独感を感じていきます、で最後のスタッフが離れて僕らレーシングドライバーだけがこう並ぶ瞬間の時には非常に孤独になると同時にそれまでのチームの支えてきてくれたみんなのその責任を今度は一人で思いをそうですね、それを担ってレースに臨むっていう意味で言うと、本当にそのチームのそのエンジニアとかとの関係っていうのは非常に大きくて、やはりそこの人間関係っていうのは、最後までどこまで行っても人間関係が重要だなってずっと思っていて、でかつ自分自身がどうやったらパフォーマンスを上げれるのか、チームにとっていいのかっていうことの対話をずっとし続けるんですね、でその対話もいい時はスッといくんですけど、やっぱり良くない時どうするか、でやっぱりドライバーとしてのフィーリングはエンジニアに伝えるし、エンジニアはやっぱりデータに基づいて現状を伝えてくれるし、でここの対話についてはやっぱり常にエビデンスベースといいますか、こうファクトがあって僕たちの感覚とそのファクトをどうすり合わせていくかっていうことの繰り返しなんですが、やっぱりここはすごくファクトベースであるものの目指しているところが一緒であれば、どんな議論、ある意味僕らがもうちょっと平たい言葉で言えばどんなに喧嘩したって良くするために僕たちは今この瞬間を大切にしてるんだっていう、やっぱり共通の思いが持てるスタッフとの仕事っていうのは、結果がついてくるなっていうのは自分の経験としてありますね。目指すものが同じ、そうですね、一致しているというところが大事ということですね。アプローチは、それぞれのアプローチの仕方があって、でも目指しているところが一緒で、アプローチのその取捨選択、お互いに歩み寄る部分、もしくは譲っちゃいけない部分、いろんなところがあると思うんですけども、そういったところをお互いにどれだけ信用して仕事ができるか、これは F1 チームって人種もバラバラ、そうですよね、非常にこうコスモポリタンな環境ですし、毎レース毎レース違う国に行ってレースをしますので、環境も違います、なので非常にこうなんですかね、ある意味世界人みたいな、そのどこに属するのかあんまりこうだんだん分かんなくなってくるんですけども、年齢も違いますね。そうですね、年齢はバラバラですし、そういう意味では非常にこう逆に自分が日本人であるっていうところは、そういった環境だからこそ強くこう自分のアイデンティティとかルーツっていうのは意識した瞬間だったなと思いますね。何かこうぶつかった時ってどう解決するんですか？やっぱりコミュニケーションが大事。そうですね、コミュニケーションを諦めないことですね。諦めちゃうと良くないですね。そうですね、あとは相手がミスすることもあるし、僕がドライビングでミスすることもあるし、そのミスをお互いに責めたところで何も生まれない。ただそこから何を僕たちは学ぶのか、だから大事にしていたのは、失敗することではなく失敗したことから何を学ぶか、そういう気持ちでいつもレースには臨んでましたね、で同じ失敗を二度と繰り返さないためにどういう対策が必要なのか、その常に繰り返しをすることによって、お互いのその人間関係やお互いがどういうその考え方だったりとか、どういうそのアプローチの仕方なのかっていうのをこう分かり合っていくことが大事だなと思いました。日本人としていきなりこう特に若い頃なんかはそのヨーロッパ人のメンタリティと日本人のメンタリティだとやっぱりぶつかるというか、ギャップをすごく感じるところが多かったんですよね。でそれは僕はこう日本で育っていたし、でも彼らでその国ごとで育ってきた環境、あとレースのやり方も違っていたので、そういった部分においてはその出てきた根っこが違うし育ち方も違うけど、でも一緒に仕事をするっていうのはどういうことなのっていうことは若い頃からたくさんの失敗を繰り返してきて学んだなと思いますね。失敗もあったわけですね、最初は。いやもう失敗だらけですよ。最初にヨーロッパ行った頃なんかは全然コミュニケーションうまく取れないし、自分が
ふとこう出てきた言葉で相手を怒らせてしまったりとか、そのいらない喧嘩をしてしまったこともあるし、だから自分が何気なく思ってたことも相手からしたら自分の自尊心を傷つけられたって思うようなことだったのかもしれないし、だからある意味うまくいかない時こそリスペクトを持って、敬意を払うべきところはやっぱり払って仕事をすることが大事なんだなっていうのは、これはレースだけじゃなくていろんな仕事に通ずるかもしれませんし、そういうことをすごく自分自身、10代の後半から20代は世界の中で世界の人たちと共に仕事をして働いて、そしてレースを戦ってきたっていう経験から学んだことがいっぱいあるなと思います。自分の常識は人と違うんだっていうことを理解した上で、もう諦めずにコミュニケーションを重ねながら同じゴールを目指すっていうところがいいチーム、そうですね、大事ということですね。はい、もう本当にここでは語り尽くせないようなさまざまな経験されてきていらっしゃると思いますけども、F1 ですとか国際舞台での経験が今の政治活動にどう役立っていますか？はい、政治になぜ入っていったかっていうところもこれを合わせて答えさせていただくと、やはり私は日本が再び世界で、一番の国にしたい、その思いがあって政治の道へ飛び込んできました。やっぱり F1 ドライバーの時に先ほども話をしたんですけれども、日本人としての誇りを持って、世界の中で戦ってきた、けれども僕がいた海外での10年間というのはそれまでのあった日本の凄さや、当時はメイドインジャパンが世界に最高峰として輝いていた時代から、その影響力が弱まっていく10年間を僕は外でずっと感じてきました。ただ僕は日本の力はまだまだこんなものじゃないと思いますし、底力はあると思ってます。そういった中で非常に悔しい思いをしてきて日本に帰ってきた時、日本を改めて今度は中から見つめ直した時に、将来に向けて自分ができることは何か、将来の未来に生まれてくる子どもたちに日本に生まれてよかった思える日本をどうしたら残せるんだろうかというふうに思った時に、その国の制度や仕組みを作る国政の場で未来を政治の立場から作っていきたいと、そういう思いで政治に飛び組んでいきました。やっぱり今はその人口減少社会です。でこの人口減少社会は世界に前例がないぐらいのスピードで今日本は人口が減っています。ですので海外に答えを見つけることもできないし、自分たちで新しくイノベーションを起こしながら新しい扉を開いていかなきゃいけない、その挑戦の先に未来の日本が待っているんだと私は思っているので、そこの挑戦の一助になりたいという思いで政治に飛び込んでいったって感じですかね。そのきっかけとなった出来事とかってあったんですか？やっぱり政治に行きたい、日本が衰退しているな、変えたいなって思うような出来事っていうのはあったりしたんですか？今話した中で、その政治に行きたいっていうところの、きっかけの大元っていうのは、もうちょっと具体的に話すと、じゃあ2002年私はドイツへ最初渡ったんですけども、その街中歩いてるとシャープやソニー、日立、東芝、日産、ホンダみたいなトヨタ、日本のそのメーカーばかりの看板だったところが10年経った後に日本の看板はなくなっていき、代わりに韓国や中国のメーカーばかりの看板になっていったっていうのを目の当たりにして、これほど悔しいことはないなと思いましたし、そして技術で勝ってビジネスで負けるって日本のこれはお家芸だってよく言われますけど、じゃあ技術力があるなら世界でもっと輝ける国になれるんじゃないか、
でしかもその部分において逆に言うと日本から外に出て外でこう長く過ごす人は日本はよく少ないって言われますよね。だから自分のそういった経験を今度は日本のために、自分の経験が少しでも役に立てるんであれば世界での先ほどの話にもつながるんですけども、世界で再び日本が輝ける一番の国になれるようなそういったところに政治の立場で、後押ししていきたいという思いが、一番のその政治というところに、自分が挑戦していったきっかけになります。まさに唯一無二のキャリアを築いていらっしゃいますけれども、これまでの F1 そして国際舞台での経験が今の政治活動にはどう役立ってますか？そうですね、今の政治活動はどう役立っているかという質問なんですけども、僕の場合は、やっぱり留学で海外に行っていたわけじゃなくって、海外で戦ってきた、そうですね、この経験は今の政治活動に非常に生かせているんだと思います。やっぱり日本の経済の再生を目指すにあたってやっぱり国際社会の中での協調、競争、あとは共に作る競争ですね、この3つは欠かせないと思っていて、じゃあそれをどうやったら日本の価値のあるものを世界に届けることができるのか、またこれだけ戦後一番厳しいと言われている安全保障環境の中で、どうしたらこの日本の安全保障を守っていけるのか、対話や外交力や防衛力や経済力とさまざま要因が複雑に絡み合う中で、世界の中での日本という立ち位置を間違えずに日本の未来をしっかりと、作っていくために私が海外でまさに戦ってきた経験というのを生かせていけるんじゃないかと、生かせるんだと確信しています。世界の事情もよくご存知でしょうし、どういうふうに交渉すればいいのかっていうところも、かなり経験を積まれていますので、外交の面でもね、そういった面で非常に役立ちそうですよね。そうですね、特にレーシングドライバーとして走ったということもそうですけれども、すごいステータスですから、それもね、そうですね、そこの知り合いもたくさん、ハイレベルの人たちもいるっていうのもそうですし、またやっぱりいろんなチームやオーナーや皆さんとのやっぱりいわゆる契約に関しての交渉もしたりとか、やっぱり自分がいかにを売り込むのか、自分のプレゼンスをいかに高めるのかっていうこともやってきたことの一つなので、まさに日本のプレゼンスを高めるための術っていうのは肌感覚で分かっている部分があると思うので、こういったところを政治に生かしていきたいと思いますね。もっと F1 レーサーだって言ったらおおってなるんじゃないですか、相手もお話しされて。いや本当にそういう経験が実際にあったのは、私が文部科学大臣政務官をさせていただいた時に、インドで行われた G20 の文化大臣会合に出席させていただきました。大臣の代わりに出席させていただいたんですけども、G20 ですからたくさんの、20カ国以上の皆さんが来ているわけですが、もちろん先進国の国、またもう途上国から抜けて先進国に入ろうとしている国、まだ途上国でいる国、いろんな方たちいましたけれども、皆さん僕のところに挨拶に来てくれるんですよ。先に、でいろんな国の方と挨拶してるんですけど、大体一言目に、あなた元 F1 ドライバーよね、なんで F1 ドライバーから政治になったの、で今日もこうやってインタビューしていただいているようなことを、やっぱり皆さん真っ先におっしゃるんですよね。だからこそ、特にヨーロッパの人たちはより、そういったところは興味深くお話しさせていただきましたし、その会合で会議をしている時には国としての代表の発言になりますので、非常にそれは形式ばったものって言ったら変ですけれども、国の代表としての発言になりますが、その一歩オフィシャルな会議、公式会議を離れた時のコミュニケーションっていうのは、非常にやっぱり自分自身がF1 ドライバーであったこと、そして今この政治の真ん中にいることによって多くの
このプレゼンス、日本のプレゼンスを高めるに、こう一つなんですかね、こう一役を担えたというか、お手伝いができたんじゃないかと。またいろんなさまざまな交渉も実は水面下ではあって、それをどうやってその会議を成立させるのかっていうのもオフィシャルなところに行くまでにはやっぱり後ろで調整があります調整があるじゃないですか、でそれはもちろん事務方でも調整しますけれども、やっぱり代表者同士でじゃあそのテーブル囲んで、晩餐会の時にちょっとこっちで話をするみたいな、そういうのもやっぱりそこの輪の中にしっかりと入って、こう日本としてはこういう立場だし、みんなでやっていこうよとか、いろんなその細かい話をすることができた、ああいうことをまさに外交のその現場をこの1期目のタイミングでさせていただいたっていうのは非常に私にとっても貴重な機会だったなと思いますね。そして海外経験を持つ政治家として日本の政治にどんな新しい視点をこう持ち込んでいらっしゃると思いますか？そうですね、やっぱりこう今私のやっぱり特徴としてやっぱり海外に軸足を置いていたからこそ分かる日本が世界の中でどういう立ち位置で、どういう軸で日本がいるべきかっていうのは政治に取り組む上で私の強みだと思ってます。でこれは外交や安全保障だけじゃなくって経済やエネルギー政策においても非常に重要ですよね。例えばエネルギー自給率約 15% と言われていますが、残りの 85% はやっぱり海外に依存しているわけです。こういった経済に直結するエネルギーにおいてもその日本は海外との関係は切っても切れないわけですし、また私が取り組んだことの一つとしては合成燃料っていうものがあります。で合成燃料ってご存知ですか？何でしょう？合成燃料というのは、水素と二酸化炭素の炭素を掛け合わせて、ガソリンと同じ成分の液体燃料を作るという作られたものが合成燃料と呼ばれる燃料で、これはまさに自動車がガソリン車からエンジン車から EV 車にシフトしていくのが自動車の未来だと言われている時に、私自身は日本の経済の強みである自動車産業のエンジンというのはまさに技術の塊なので、これを生かした形でカーボンニュートラルを実現し、かつガソリンではなく合成燃料のカーボンニュートラルな燃料を使うことによって日本の強みを生かしたままカーボンニュートラルを実現できるんだということをずっと私は訴えてきて、すごい説得力ありますね。で最初はでも、なんで水素と二酸化炭素から、空気中の二酸化炭素からガソリンと同じものができるんだっていうのはみんなのこう純粋な疑問だったわけですよ。ただ私としてはいち早くこの合成燃料がヨーロッパでも動き始めてるっていう情報をキャッチできていたので、じゃあこれをある意味彼らたちが作って世界基準を作って、それに僕たちが乗っかるしかないっていう状況よりも、自分たちが早くこの合成燃料を高いレベルで作る技術力を持ち、そしてそのルール設定を日本が主導し、そしてそのマーケットで日本が先導していく、まさに今までの日本のように世界でできたもの、世界のルールに乗るではなく、自分たちで新しいものを作り、そしてそれを世界の基準にしていくことが日本の新たな強みを生み出していく非常に大きなきっかけになると私は確信していたので、この合成燃料というものを1期3年間の中で、最初はなかなか正直理解されなかったところもいっぱいありますけれども、ずっと言い続けて、でかつ仲間にもこう説得し、議連という形で動かすっていう議連を立ち上げることをできましたし、そこからさらに、実現に動いていくにあたって、結果としては3年後、始めてから3年後にこの国内で合成燃料の製造プラントを実現することもできました。まさにこうして、一つのこう思いで動いて、そして
結果を出す。たとえ1期生だったとしてもその与えられた環境の中でベストを尽くしていけば国の大きな政策重要な政策においても結果を出すことができるっていうのは、自分自身がこの政治家として今までの経験を生かせた部分だったなと思いますね。視点が違うところでもご自身のすごく強み、車の専門家でもいらっしゃいますから、はい、それを持って周りをこう巻き込んで変えていったそうですね、まさに、はい、はい、そして、政治活動の中でさまざまな難しい局面もたくさん迎えて乗り越えていらっしゃったと思うんですけども、どんな困難があってどう乗り越えていらっしゃいましたか？そうですね、政治家としての困難というのは2つ種類があると思っていて、はい、まずは今の合成燃料の話をしたように、政策をどのように前に進めていくのか、政策を僕らは決めるのが政治家、特に国会議員の仕事で、難しいのは僕らはある物事の中でどっかで線を引くのが僕たちの仕事なんですよね。線を引く。だから線を引いたところのからこちら側の方は賛成、でも線を引いたところからこちら側の方は反対。だから評価されるか評価されないかっていうと、常に両方あると思っていて、で評価されないことは常にずっとあり続けるだと思います。これは非常にこの難しい部分だなと思いましたし、みんなが賛成することはないってことですね。やっぱり100人が100人同じ意見で、それに全会一致っていうのは起こり得ますけれども、ただそれでもどこかで妥協点をみんなで見つけていかなきゃいけない。まさにその線を引くにあたってもどこで妥協をお互いに一致点を見つけることができますかっていうのが一つ政策においてのやっぱり難しい部分ですし、もう一つ難しいところがあるのは選挙です、我々政治家は自分で政治家になりたいですと言って国会で働けるわけではなくて、国民の皆様に選挙というその選ばれないといけないプロセスを通じて選ばれて、国民の負託を受け、国会に行くので、やっぱりその選挙というものは政策とはまた違う難しさがありますから、こういったところはいろんな難しい局面がありますけれども、やっぱりその乗り越えるにあたっては一番僕重要だと思っているのはやっぱりその思い。やはりなぜ政治家としてのその思い、政治家どこを目指すために政治家であるべきなのかとか、日本をどうしていきたいのかっていうやはり思いが一番になければ、難しい局面っていうのは乗り越えていけないと思いますし、またその先ほどの政策での妥協の一致点を見つける作業も、その譲ってはいけない部分も必ず出てくると思いますし、ただそういった中でもじゃあお互いにいいところを取り入れて、最初の本来の出した提案とは違うけれども、じゃあここのいうところを取り込んでさらに良くしていこうって思えるんであれば、それは素晴らしい仕事の成果だと思うので、こういったことがいっぱいあるのが我々の仕事かなと思いますね。信念というところがそうですね。乗り越えるために必要な信念ですね。そしてそこにもつながりますけれども、これから政治家としてどんな社会を作り、どんな遺産を次世代に残していきたいなと思っているんでしょうか。やはり私が最初政治を志した一つのきっかけとして、これから生まれてくる子どもたち、また今生きている子どもたち、日本の皆さんがこの国に生まれてよかったと思える日本を残していきたい、未来につなげていきたいっていうのは僕の政治の原点です。でそういった意味ではやはりレーシングドライバーとしてやっぱり命と安全というものにはずっと向き合ってきたっていうのは僕自身の体で、もう肌身を持って学んできたことですし、実践してきたことなので、やっぱり皆さんの命と安全を守るっていうのは本当に重要な政策だと思っていて、そこをまずは取り組んでいきたいというふうに思っています。で日本はもうご案内の通り非常に
自然災害が、多い国ですし、いろんな種類の自然災害があります。そういった中で防災、減災、また国土強靭化、ちょっと言葉が硬くなっちゃいますけども、やっぱりどういうインフラ整備をしたら皆さんが安心安全に暮らせるのか、ここの部分において今までのやってきたことの延長もあるでしょうし、またこれからの新しい技術や新しいテクノロジーによって、その解決策っていうのも変わってくるんだと思います。こういった部分は非常に命と生活安全を守るという部分においては力を入れてやっていきたいと思いますし、また私のもう一つの専門でもあるやっぱり医療福祉というのも、こう人の生活、人の命を支える直結するものですので、今まさにこの社会保障全体の議論よくされますけれども、全世代が困ることはない、安心して困った時でも安心して自分の生活が守られるような、そういう安全保障、全世代型の安全保障の社会保障の実現をしていきたいというのが2つ目ですね。お父様がお医者様であるということも、やっぱりそういった気持ち、志っていうのも影響を与えていらっしゃいますか？そうですね。やっぱり私の父が医師であり、そして母は社会福祉の仕事をずっとしてきています。そういった環境の中でやっぱり育ってきて、やっぱり自分の根っこには非常に大きな根っことして、生活を支える医療や介護、福祉っていうものがあるというのは、本当にこう生まれた育った環境なので、もう言葉にする必要もないぐらい自分の根の中当たり前にあった、特に障害福祉も含めてずっとあったものなので、私自身としては本当にいろんな人たちがそれぞれの違いを認め合い、そしてお互いに尊重し合い、そして誰もが安心して暮らせる社会の実現をこれからも目指していきたいというところですね。そして山本さんはフランスジャパン財団のヤングリーダーにも選ばれたということですけれども、このことどんな意味を持ったんでしょうか。そしてその経験、ご自身の政治活動や視野にはどんな影響を与えていますか？このフランスジャパン財団のヤングリーダーに選んでいただいたことは大変光栄なことでしたし、また実際に25年の5月にはフランスパリとストラスブールに出かけて、そこでフランス日本14名、フランス13名だったかな、ちょっとごめんなさい、人数忘れちゃいましたけど、何人そうですね。でまたその各それぞれの専門家がみんな違うんですよね。数学者やお医者さんやっていうその非常にスーパー理系な皆さんと、アーティスト、バイオリニストやピアニストやまた料理家といった非常にアーティストの人たち、またビジネスで活躍する人たち、またいろんな映画プロデューサーもいましたし、いろんなジャンルで活躍する人が一堂に会したこのフランスジャパン財団のヤングリーダープログラムっていうのは非常に刺激が多かったです。その中で私が感じたことは、今この世界っていうのはグローバルリズムからの回帰、分断と協調のこのバランスが非常に難しい時代に入ってきてるんだと思っています。特にそれは SNS を通じてつながりもあれば分断も起こってしまうという、その難しい中でやっぱりフェイス2フェイスで顔を合わせてお互いの違いをお互いに感じ合うプログラムっていうのは非常にそこがバランス感覚を養ういい機会になったなと思いました。でもう一つやっぱり本当に違う専門家が集まることによって一つの課題に対して僕たちはさまざまなディスカッション議論をしてきたんですけども、その切り口がみんな違ったので非常にその切り口の違いの多さに感銘を受けましたし、自分自身非常に成長につながったなと思いましたね。
では最後の質問となりますけれども、そのヤングリーダーとして他国の若手リーダーたちと交流する中でさまざまなことを感じられたと思うんですけれども、日本の代表として伝えたいと感じた価値観、そして課題っていうのは見えてきましたか？このまず日本の代表として伝えたいと感じた価値観と、あと課題っていうのは日本人としての価値観、課題っていうことでいいんですかね、理解は。そうですかね。はい。日本人として感じてる課題。それで言うと、やっぱり日本人の素晴らしいところは、相手への思いやりとか気遣いであるとか、こういったやっぱり心の相手の自尊心を傷つけないように尊厳を守るということが、僕は日本人の素晴らしいところだと思います。よくそれをもう少し平たい言葉を言えば空気を読むとか、そういった言葉になるかもしれませんが、名誉を守ったり弱きを助ける、また誠実に生きるっていった価値観っていうのは、今のグローバル社会の中でも普遍性を持つ僕は価値観だと思っています。ここは日本人の強みとして世界にもっと出していく日本人の素晴らしさなアピールしたい部分だと思っています。一方で、それは時としてその素晴らしさは組織であるとかになってきた時に、その責任が曖昧になったり、合理的なその批判とか建設的な批判ができなくなってしまったり封じられてしまったり、組織全体が間違った方向に行っていてもそれを軌道修正できないっていうことにつながることもあります。こういった時にはやはり今の現時代においてもそういった部分があるので、その相手を思いやる気持ちを大切にしながらデータとか理論とか、論理とかに基づいた意思決定をしていかなければ、やっぱり世界で戦う際には不利になってしまうんじゃないかなというふうに感じています。ここが課題の部分ですかね。やはり今非常にSNS で良くも悪くも世界とのつながりが近くなった部分、またそれによって分断がある、その狭間で私たちは生きていると思うので、この日仏のヤングリーダーたちがお互いの文化や価値の違いをお互いに認め合えて、そして関係性を築くことができた。で、草の根の活動っていうのはまさに未来へつながる、第一歩となるというのを私はこのプログラムを通じて確信しました。たくさん刺激も受けていらっしゃるということですね。そうですね。はい。今回は山本左近さんにお話を伺いました。ここまでありがとうございました。どうもありがとうございました。